皆さんこんにちは、ニコです。今週も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今週はね、もう待望のっていう感じで秋の模様替えをしてみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。めちゃくちゃ可愛くなったかなというふうに自分では満足しているんですけれども、割と秋カラーをふんだんに取り入れてお部屋作りをしてみたので、気になったアイテムとかぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。特に気に入ったアイテムをご紹介したいなというふうに思うんですが、まず1つ目がこのシーニーというポータブルライトなんですけれども、めちゃくちゃシルエットが可愛くないですか。なんかこの首をこういうふうにかしげて角度を変えられるのもすごく可愛いですし、なんか調光もこういう風に柔らかい光でできるので、どんなインテリアにもね馴染むライトになっているかなという風に思います。あとはね、こういう真鍮の、ケーキスタンド、これもすごく今回手に取ってよかったなという風に思っていて、なかなか木製のケーキスタンドとかは多いんですけど、こういう真鍮のゴールド素材のケーキスタンドって少なくて、アクセサリートレイとしても活躍してくれそうなアイテムになっているかなというふうに思います。あとはね、こういうトレイですね。これも同じ真鍮の素材でできているもので、こういうクラフト U のね、このまん丸ポットも新しく手に取ったんですけど、この真鍮の素材でちょっと揃えてみたんですが、めちゃくちゃ可愛くないですかお皿だったりにももちろん使えるんですけど、小物入れとしても使えたりとか、2way、3way っていろんな用途で使えるので、こういう小物から模様替えのアイテムを取り入れてみるのすごくいいんじゃないかなというふうに思います。今回のね、この模様替えのアイテム、結構小物系だったりとかが多かったかなというふうに思うんですけれども、もうほぼ今回リセの青山店でセレクトしてきまして、そのリセの青山店で揃えた理由が、だいたい私その SNS とかインターネットで事前にアイテムを調べて、こんなお部屋にしようかなってイメージを沸かせてから模様替えするんですけれども、だいたいチェックしてるとリセノさんにあるなっていうところで、実際にインターネットで見るだけじゃなくて、手に取って大きさだったりとか質感っていうのを実物を見て確認したかったので、大体揃えたいアイテムが揃ってるリセの青山店に行ったら、ほとんどのねアイテムが今回揃ったっていう感じです。もともとね、すごくよく行くお店なので、もし皆さんも行かれた時にばったり私と会ったら、よかったらおしゃべりしてください。それではね、先日インスタグラムで皆さんのインテリアのお悩みを募集させていただいて、それをね5つお答えしていけたらなというふうに思っているんですけれども、割と似た内容のご質問というのが多かったので、内容をねちょっとまとめながらお答えしていきます。まず1つ目なんですけれども、何から選べばいいかわからないっていうご質問がすごく多くて、本当何から選んだらいいのか分かんないですよねそう、好きなテイストが多すぎてインテリアテイストが統一できないっていうご意見がすごく多かったんですけど、なんかそんな方に結構今回の動画で選んだアイテムが参考になるかなというふうに思っていまして、私も今回模様替えをする時に心がけたポイントとしては、お部屋のベース作りをするっていうのを結構心がけてアイテムを選んでいます。例えばこういうクッションカバー一つにとっても派手色なものを選ぶっていうよりかは、ベージュとかホワイトトーンのものにして、ちょっと秋冬らしい質感のもので変化を加えようかなというふうに思って、こういうアイテムを選んでいます。ソファーの周辺とかだとファーのラグだったりとか、結構秋冬っぽく一気に仕上げてくれるアイテムになってるかなというふうに思います。あとはそのお部屋のテーマカラーを決めるっていうのが結構大事なポイントになるかなというふうに思っていて、私の今回のお部屋の場合だと、ホワイト、ベージュ、ブラウン、この3色に色を絞って、統一感を出すことができているかなというふうに思います。色のトーンを揃える時におすすめなのが、アプリとかだったら Google スライドだったりとか、1枚に画像が貼り付けられるような
ものを使って、事前にトーンが合うかどうかっていうのを確認してからアイテムを買うのをおすすめしています。次2つ目のご質問なんですけれども、小物の配置のコツが知りたいっていうご質問もすごく多かったです。三角形をね意識するのがいいっていう内容とかも先ほどお伝えしたかなというふうに思うんですけれども、それでも何をねどこにどうやって置けばいいのかわからないっていう方が結構いらっしゃったので、改めて今回コーディネートしたチェストの上を使って、ご説明できればなというふうに思います。まずね、トップの部分だったりとかはこういうミラーだったりとか、あとアートポスター、私もよく飾っていると思うんですけど、次に高さがあるものとかだとこういうライトを置いてあげると、その次に目線を集めるようなポイントになっていて、でこういうケーキスタンドみたいに高さを変えられるものだったりとかはすごく、使いやすいアイテムになっていますし、そことねリンクさせるような形でこういうゴールドのトレイだったりとかを平面に置いてあげると、すごく木材のアイテムっていうのが多くてもこの空間だけでも結構メリハリがついて、小物のねなんかバランスが悪いなっていうことがなくなるかなというふうに思います。あとはね、どこから模様替えを始めたらいいかわからないっていうご質問もあったんですが、なんかそういう時は私はチェストの上から始めてみるのがすごくおすすめで、まずはこの狭い範囲の中で自分の好みを探ってみて、ある程度自分の理想のイメージに近いチェストの上のインテリアっていうのが出来上がったら、そのテイストを他のお部屋だったりとかに反映してみるっていうのがすごくおすすめの方法になっています。次のご質問がこのアートの飾り方についてなんですけれども、壁にアートを飾りたいけどサイズ感や枚数が難しく壁がまだ真っ白ですっていう方が結構いらっしゃって、私がね今回この選んだアートなんですけれども、色味だったりとかアート自体はそんなに主張しすぎないようなタイプのアートになっているかなというふうに思うんですが、割とその分このフレームのカラーがヴィンテージレッドのアートフレームにしているので、アート自体はそこまで主張が激しいようなタイプのものではないんですが、フレームの色味だったりとか2枚組み合わせることで割とお部屋に馴染むというか、意外とねこのぐらいしっとりとした感じのアートの方がすごく取り入れやすいので、1枚だけだと寂しいなっていう方はこういう風に2枚並べて飾ってみることをすごいおすすめします。次は、どこを変えれば一番秋冬っぽくインテリアに変化がつけられますかっていうご質問が多かったんですが、先ほどねご紹介したこういうちょっとモコモコした感じのクッションにしてみるっていうのが一番取り入れやすい方法かなというふうに思いますし、あとはねソファーにこういったファーラグを敷いてみるのも一気に秋冬っぽい印象に変える一つの方法かなというふうに思います。はい、動画の本編ではねお伝えしきれなかった、今回のセレクトのポイントだったりとかをお伝えしてみたんですけれども、実はですね私今回インテリアを組む時に結構こちらのセンスのいらないインテリアっていう本を参考にしてインテリアのコーディネートをしました。こちらの本はそのリセノさんから出ている本になっているんですけれども、インテリアの基本がギュッと詰まった一冊になっていて、もう名前の通りセンスのいらないインテリアが学べる本になっていて、もう私こうやって付箋つけて何回も熟読している本になっているんですけど、ワンルームでも戸建てでもどんなお家でも使えるセオリーが詰まった一冊になっているので、こちらもぜひ読んでみてほしい一冊になっています。こちらのね本もすごくおすすめなんですけれども、リセノさんがねYouTube で結構インテリアのコツだったりとかポイントっていうのを分かりやすくご紹介してくださってるので、よかったらリンクも貼っておりますので、リセノさんの YouTube もチェックしてみてください。はい、それではね今回も本当インテリアの模様替えからちょっとねこういうインテリアの基本を学んだりとかして、結構私がね普段インテリアの
ことで伝えたいことがギュッと詰まった動画になってるんじゃないかなというふうに思いますので、皆様もね秋冬に向けてちょっと気分だったりとかお部屋をイメージチェンジしたいなっていう方に参考になる動画になっていれば嬉しいなというふうに思います。それではまた来週我が家でお会いしましょう。ニコでした。